私は命と向き合う仕事をしております。で、うちのお寺では幼稚園も経営してまして、小さい子どもたちが通っています。で、僕もいろいろ調べましたが、何が、先ほど先生も言いましたが、正しく理解する。でも基本的に正しく理解するということは不可能だと思うんです。これから福島原発で被爆された方のデータが20年後に正しく理解されていくのは分かりますが、現時点で正しく放射能を理解することは不可能だと僕は思います。それで、僕の義理のおじさんは川田正治といって、チェルノブイリにずっと行っている方です。で、一つだけ情報が混乱している中で、何が正しい情報なのか、やっぱり個人個人がの理解しかないと思うんですが、情報が氾濫しすぎてて、何が正しいのか僕は分かりません。で、先生の話を聞いた上で、先生に一つだけ質問したいのは、ここ、二本松が健康に影響がない地域なのであれば、僕らはやっぱりここに住みますし、ここで生活しております。でも子供もおります。幼稚園の生徒も通ってきます。ですから、いろんな覚悟を持って僕は生活しているんですが、先生の話が真実なんであれば、先生にもやっぱり覚悟を持っていただきたい。本当に北小学校が健康に影響がないんであれば、先生がおママさんを連れて砂場で遊んでいただきたい。できますか？おママさんを連れて北小の校庭で遊べますか？もしそれを私がしたら、皆さん信じていただけますか？はい。私は基本的に被爆にせいで親戚、老頭が全部原爆で亡くなりました。親たちの代は私たちを連れてみんな汚染された水を飲み復興してくれました。広島の方々も同じだと思います。他にチョイスがない、逃げられない人たちはそこで自分の道を切り開いていくんですね。もちろん今の住職さんが言われた私への期待というのは思いほどよくわかります。私がそれに応えて孫を連れてきて砂場で遊ばせたらみんなが信じてくるんだったらこれはお安いようだと思います。はい、私はぜひ住職さんとの約束を守りたいと思います。はい。はじめまして、私は福島市出身なんですが、福島市に両親と郡山市に姉、甥、姪が、可愛い小さい子供たちがいます。で、今は神奈川に住んでるんですが、山下先生の話をお聞きしたく、そして、二本松の市民の方が非常に危険にさらされているので、私は駆けつけてきました。今、山下先生のお話を聞いて分かったのは、まず山下先生は学者さんなので、はっきりしない確証がないことは言えないんです。皆さん、二本松は、だから代わりに僕言います。二本松市は危ないんです。質問だけにしなさい。いいですか？質問するなら質問してくれ。すみません、質問、先生に対する質問なので、要点だけお願いしたいんですが。じゃあ分かりました。山下先生、あなたは今日、あんまり、安全とは言わなかったですが、今までの各地の講演で、福島県で、福島では安全ですとずっと言ってきました。もし5年後、10年後に内部被爆等で子どもたちに市民に影響があったら、あなたは責任を持てますか？イエスかノーとお答えください。基本的に大切なことは将来のことは誰も予知できないんですね。それは神様しかできないだと思います。そしてまた今の彼の質問に答えるためには膨大な数の疫学調査がいるんです。
起こった病気が放射線のせいかどうかを疫学調査するためには福島県民全員の協力が必要となります。正しい診断をし、正しい経過をということを何十年と必要なんですね。数年、5年、10年ではなかなかその結果が出ないと、そういうレベルの話ですので、今のお答えには残念ながらイエスもノーも答えられません。ね、マスクしなくても外歩いていいよっていうような話をずっとして、福島市の市政大学ですか、そういうものにも100ミリシーベルトも大丈夫だって言って先生のことを信じてずっと残ってる人もいっぱいいて、戻ってくる人もいて、今日になってお話聞くと20ミリシーベルト、20ミリシーベルトより、その下に20ミリが最大でしょうね。でもその下の場合は自己責任になりますっていうようなゴロッと話が変わってるんですけど、その辺について今まで間違いだったのかっていうのを、そこを明確にちょっと話してほしいなと思います。ありがとうございます。多分これが皆さんの混乱の一つの原因だと思います。私が皆さんの基準を作る人間ではありません。基準を皆さん方に提示したのは国です。私は日本国民の一人として国の指針には従う義務があります。科学者としては最初から話をしていますように100ミリシーベルト以下では発がんのリスクは証明できないと。だから不安を持って将来を悲観するよりも今安心して安全だと思って活動しなさいということをずっと言い続けました。ですから今でも100ミリシーベルト年間の積算線量でリスクがあるとは思っていません。これは日本の国が決めたことです。で、私たちは日本の国民です。文部科学省は、先生の100ミリシーベルトに対してそんなこと言ってんだったら指導するっていうふうな昨日テレビでやってましたよね。多分私は指導されるでしょう。はい。甘んじてそれを受けなくてはいけないというふうに考えます。マスクはしなくてはいけないんですか、した方が先生はしなくても気休めだってことないですか。はい。これは今の状況では全くそうです。大気中に放射性要素はもうありません。ほぼは放射性セシウム137です。誇りがあるでしょ。誇りが大事なんだよ。衛生上それをきちんとするということは子どもたちに注意を喚起する、用心をするという意味では非常に重要です。ですから私ともう一人の神谷先生というアドバイザーはしっかりとそのことをご説明していると思います。よろしくお願いします。私も職業上かなり強い放射線を浴びている立場にあるんですけれども、単純な質問で申し訳ないんですけれども、日常生活でいろいろ本当にわからない点やわからないことばかりで不安な中で生活しているんですけども、単純な質問で申し訳ないんですけども、布団干しとか、あと洗濯物を外に干すっていうことはどうなのか、大丈夫なのかどうかっていう点と、あと私は、6歳になる子と、あと5歳になる子供がいるんですけども、その、幼児に対しての日常生活での注意点というか、もしありましたら、お聞きしたいと思って今日やってきました。よろしくお願いします。おそらく個別にこういう質問たくさん来て、お母さん方の心配、主婦の方々の心配って山ほどあります。当初はそういうことに対する数値が提示されてませんでしたから、単純に大体10マイクロシーベルトパワー以下になればそんなに心配ありませんよ。1マイクロシーベルトパワーだったら全く心配ありませんよ。その間は明確な結論が出せずに話をしていました。しかし国はこの20ミリシーベルトを持って 3.8 マイクロシーベルトパワーというのを出しましたから、これはやはり測ってそのレベルをやはり遵守するということが重要になります。私が皆さんとずっとお話をしてきた当初は、これをクライシスコミュニケーションといって危機をいかに未然に防ぐかという話をしてまいりました。でも今日皆さん方が来てよくわかるように、具体的にこの対応をどうするか、放射線とどう付き合うかということが皆さん方のメインのテーマだと思います。先ほどの質問で、仁王松を危険だから逃げろと、とんでもない話です。
今のレベルは全く心配ありません。その保証を私の首をかけろと言われるのであればかけますが、私は子どもたちも早く死にます。もし文科省が私をもし喚問するのであれば、私はそれに行かなくてはいけないというふうに思います。ただ伝えたい根拠は理論ではありません。現実です。皆さん現実ここで住み続けなくちゃいけない。広島、長崎もそうでした。チェルノブイリの550万人も今そういう状況で生活をしています。その中で明らかな病気は事故直後の放射性要素による子どもの甲状腺がんのみでした。私はその現実をもって皆様方にお話をしています。ですから国の指針が出た段階では国の指針に従うというのはこれは国民の義務だと私は思いますから、そのような内容でしかも答えができません。今の環境中がもし年間20ミリシーベルト以下であれば外に布団を干すということもご自由ですし、何をしても自由です。国がその線引きをしちゃったんです。線引きをした段階でちょっとでも超えると危ない、あるいは問題だということに対して、じゃあこれをどう考えましょうかということを私皆さんと一緒に通っています。お母さんの心配はもう十二分に分かります。でもこの2本松で 3.8 マイクロシーベルトパワーは以下であれば外で干そうと子供を遊ばせようと問題ないというふうに言います。はい、今子どもの屋外活動制限の数値が 3.8 マイクロシーベルトということで、文科省の方から出てる数字を言われたので、私ちょっと学校の方に勤めているんですけども、それですごく学校現場は悩んでおります。で、今の山下先生の話でも、20年後何十年後どうなるか、その数値は本当にわからない。数値でどのようなリスクが発生するかは本当のところは買ってみないとわからないというふうに解釈したんですけども、その中で文科省が出した 3.8 マイクロシーベルトで、私の勤めている学校もそれより若干、下回った学校です。そして、今要素が全然ほとんどないということを言われたんですけども、土壌検査の結果では、この県内の、主なところを調査したところでは、多いところでは6200ベクレル、そして放射性セシウムに至っては、私の勤めているところ結構多いんですけども、16900ベクレルという数値があります。で、先ほどの数値に戻りますが、その年間20ミリシーベルトというところの線引きで、文科省の指針が出されたわけなんですけども、それは、この指針が出された以降、済んだとしてという数値だと、そういうふうに理解しております。で、一番放射性要素がすごく多く出たのは、事故があって爆発が起こって、で、その頃は、屋外、指示が出された地域は確かに注意しているし、そういう屋内に外に出ないようにというのに注意しておりました。ただ、福島市からこの今日、県内の地図が出てますけども、どのくらい放射性物質があったかという県内の地図が出て、それを見ますと中通りが飯舘はホットスポットなんですけども、それについて中通りがざーっとベルト地帯というかで高い値になっております。それなのに私たちはその間知らないでマスクもつけないで、生活をしておりました。でその部分についての累積の量がこの文科省の基準には入っていない。そして内部被曝もそれには入っていないということに私はすごく不満というか理解できないところがあります。で内部被曝は少ないという見解をおっしゃっている山下先生がおっしゃっているというのをちょっとお聞きしたんですけども、実際子どもの活動を見ると、砂ぼこりの、立つような遊び、あとは土の上に寝っ転がったり、昨日今日あたりはすごい風が吹きました。
本当に砂ぼこりが遠いところまで2回3回ぐらいまで舞い上がっております。でそのような中で本当にその年間20ミリシーベルトを以上にならないのかなということが心配ですし、だってその20ミリシーベルトについてもすごく疑問があります。で、将来どのようなリスクが出てくるかというのはこれから調査してということなんですけども、そしてここに生活しなくちゃいけない、生活をしていかなくちゃいけないっていうお話もそうなるとすれば理解できるとは思うんですけども、そうはしょうがないなっていう部分も生産者からいろんな立場の人がいますのでそう思います。ただそうなった場合に目の前にその放射性物質が現実あるわけで、それが全く安全だっていうふうには言ってほしくないなと思います。それで、その今できること、いくらこの安全だって言われても、私たちはそれを鵜呑みにはやっぱりできないんですね。毎日これからそれこそ事故が収束するのがこれから3ヶ月後とかであれば、そこまでにじゃ我慢しようかという気にもなりますけども、大体峠を越えるのが9ヶ月、それもはっきりしません。でその後本当に収束するのは何年後かなっていうのを考えると、その間その異常時の数値のまま、基準のままでここの土地に暮らしていかなくちゃいけないっていう、その私たち実際の地元の思いを組んでいただいて、目の前今すぐできること、例えば土壌を表土を取るとかいろいろあると思うんですね。だから、それは行政のやることなんですけども、文科省でも、そういうのが必要な、すみません、はい。で、要望なんですが、山下先生、本当にアドバイスをする立場にいられると思いますので、土壌を取るとか、目の前に本当に私たちが安全に暮らせていけるような、そういう数値を下げるような、線量を下げるような、そういうことを県なり文科省なり行政の方に要望していただければすごくありがたいなと思います。ありがとうございます。最初の質問にだけお答えさせますけども、過去の積算が出されていないというのはまさにおっしゃる通りで、これからの積算量で20ミリシーベルトを論じていますので、今まで3月の12日から3月いっぱいのデータも当然これは公開されると思います。それも踏まえた上で20ミリシーベルトについて安全か安全ではないかというのが議論されます。そして今すぐ何ができるかという問題を提言されました。残念ながらこの福島の中通り地区もみんな汚染をしました。放射性物質が降り注いだという非常事態にあります。その渦中でそういう措置をすることが本当に適切か、自分のところだけで済まない多くの方々の対応をどう統合していくかということは、早急に多分教育委員会や県あるいは国が対応して回答を出すだろうと思いますので、これはしばらくお待ちいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。いくつか質問があるんですけど、まず簡単に短いのはいくつか、先生、こういう立場におられていて、でこうやって講演会を何回か開催されて、地元の住民がどう考えているかというのをご意見もお聞きしていると思うんですけれど、先生の立場を持って、今、国が出されている基準に従うしかないというお話はされたんですが、それに対して県なりを通して国に提案をすることをできる立場にはないでしょうか。まず最初です。直接国と話をできます。話をしています。そうしますと、お聞きして、当然先生がおっしゃられたように、基準に対してそれをリスクとして考えると思う方は、逃げていくしかないという話だったんですけれど、これらの基準に対して、外部被曝線量に対して、例えば屋内対象の基準が出る場合、原子力、安全委員会の取りまとめで、防災対策についての中でも示されている基準をベースにされていると思うんですけれど、この中では10ミリシーベルトに達するっていうのがまず一つの基準になっていて、で現在私たちに関しては、
屋内対戦もかかってないし、再酸素もかかってない以上、逃げても国からの補助が一切ないんですね。つまり逃げることに対しての、リスクを全部自分で背負わなければならない。ただ原子力委員会の取りまとめに基準に従うのであれば、例えば、すみません、P ですか、あれの積算の予想から見ると、福島市であっても、10ミリシーベルトを超えることが予想されている。これに対して、例えば屋内単位の監督として、この原子力事故に対しての補償を対象にするだけで、住民の方の取り入る選択肢が広がると思うんですけど、その辺に対して提言はしていただけないんでしょうか。極めて重要なポイントで、どこまでを原子力災害の賠償コストを審査会で取り上げるかということになります。松本副知事も提言してましたけれども、精神的な障害と風評被害に逃げるということも当然それに入ってきます。今後第二次指針の中でそれが議論されていくと思いますので、私自身は何もお約束はできませんが、それは極めて重要な自主避難に対する保障というのは重要な問題だと認識しています。ぜひ最終的には皆さんお仕事を持っている地域で目指して住んでいきたいと考えているところで、やはり何の保証もなく1回例えば短期離れるということも非常に難しいと思うので、それに対しての国からの保証というものがあるだけでだいぶ選択肢が広がると思いますので、ぜひお願いします。あともう一つ、この、現在の基準に対して20マイクロシーベルトですが、20ミリシーベルトバー年というこの基準ですが、緊急時、先生も非常時ですからというお話をされているんですが、原子力安全委員会の今までの取りまとめを見ると、これらの高い線量が観測されたときは、数日中に必ず何らかの手立てが取られるはずだから、これぐらいの線量で構わないという基準っていうのを、レポートの中に書いてあるんですが、実際この、福島原発に関しては、当年のスケジュールを見ても、6から9ヶ月かかるという、原子力安全委員会の10ミリシーベルトでも、とりあえず、その基準でいいです、10ミリシーベルトの場面でも構わないという前提と大きく違うんですが、この辺に関しては、何らか考え直す必要はないんでしょうか。これはまさに議論されているところです。私の言える立場ではありませんが、整合性をいかにつけるか、そして説明をどのようにやっていくかというのが、これからなされるというふうに思います。それとあと、今日は少しお話が少なかったんですが、皆さん、多分、先生もおっしゃいましたが、子どもの感受性が非常に高いものですから、子どもの安全をいかに守るかというのを、まず、僕ら大人が最初のノートにしなければいけないと思うんですが、一つは放射線、空気中に漂うものに関しては、爆発直後に比べて落ちているんですけれど、今、土に落ちているものも含めて、塵となって結局する可能性があるんですが、その線量だけではなくて、今完全に先生が自身がおっしゃってたように、今土に落ちているものに対してどう対応するかというのが必要。それに対しては、空気、塵もそうですし、水もそうですし、食べ物もそう。すべて特に内部被曝が非常にこの後は重要になってくる、子どもたちにとっては重要になってくると思うんですが、それぞれの基準がすべて、例えば水であれば、水として1年間摂取したとして大丈夫。空気洗浄としても20ミリシーベルトだったら大丈夫。これ外部被曝ですよね。でも内部被曝との、総合的なリスクに関しての提言が何もされていないのが非常に不安なんですが。これはできないですね。内部被曝を細かく検証するということが、それぞれ分けて計算ができないので、今は出せませんが、唯一チェルノブイリの経験でいくつかの式ができています。理論値です。でそういうものが今おっしゃったように、それぞれ複合的なもののパラメータを入れて、どのくらいっていうのは計算されていますが、1% の数十%非常に誤差があります。ですから、これをどう理解して、皆様方にご説明するかに関しては、多分厚労省、あるいは農水省その含め、まだ時間がかかるというふうに思います。すみません、長くなって申し訳ない。じゃあ、あと1点。最終的に今、100ミリシーベルトというところが基準にして、外装法で、要は低くなってたときには、同じ割合でいくっていう、敷地のない形での考え方と、あと先生のおっしゃるように、これぐらいの域地以上以下であれば、ほとんど健康にないという、健康に害がないという考え方、これは多分、まだ収束してない、2種類の論点だと思うんですけれど、逆に言えば、それら両方がまだ今だに残っているということは、基本的には敷地がない方がリスクを考える上ではより安全だと思うので、
でそれに関して当然今敷地がないことを前提にされて動いてると思うんですが、どうしても皆さんテレビに出られる先生の話を聞いても特に、気になるのは 0.5% から 1% リスクががんの発症率が高まるだけと言ってるんですけれど、それは1000人いれば5人から10人がんに発症するという。で確率論から言うと 0.5 とか 0.1 という数字なんですけれど、その5人10人って人間なんですね。その人間は本来のこの放射線被学にならなければがんというリスクを負わなくてよかった方であるのに、でそれが誰に来るかわからないんですけれど、少なくともリスクがあるということが分かっている以上はそれを排除するのが国の指定もしくは自治体の指定だと思うんですけれど、それに対して先生他の方々の質問はご意見もあったんですけど、やはりホームページなんか見てても全然これぐらいの線量だったら遊ばせていいんですよ、マスクもする必要はないっていうのに対して逆にできるだけ安全のためにはこういうことをやると、これぐらいしかないけど効果があるとか、もう少し守る方の意見っていうのを先生の方からもっと外に出していただけると安心だと思うんですが、ちょっと非テレビになってしまった部分があると思うんですが、先生があまりにも安全だと言い過ぎるものですから、やはりそれに関しては異論がある以上は一番安全なラインでお話をしていただかないと困ると思うんですが。おっしゃる通りで、安全という言葉を前には使いません。私は皆さん方に少しでも安心してもらえればということなんでしょう。安全は厳密に言ってないです。全く違うんですね。安全は誰が見ても安全ということを認知できます。安心は一人一人全部違うんですね。リスクの認知の仕方というのは全く一人個人によって異なります。非常にその幅は狭いのが安心というその気持ちで、安全は誰が見ても安全気なんです。この 3.8 マイクロシベルパワーが絶対安全かどうかということが一つの大きな問題。これは基準値であって参考レベルなんですね。そこでできるだけ到達させない、このいかに少しましょうということで、当然 H が立てばこのレベルを下げてくるということです。今はしかしそこを取った以上はこれで行動規範を作る必要があるというふうに考えます。ですからおっしゃるように防護策をもっと提出していくということですよね。それはこれからもちょっとされていくと思います。チェルノブイリの後にオーストリア政府はオーストリア国民が受けた大被爆の見積もりを出して、それで空間線量からの被爆が 15%、食品からの内部被爆が 80% と出しましたが、先生のご研究で、どういった割合で内部被爆と外部被爆があるのか。今、チェルノブイリの人たちはほとんど内部被爆は無視できるぐらいです。直後、1991年から95年、96年の間は、実は内部被爆の方が少し多かったんですね。放射線摂取量というのが増加されましたから。ただその被爆線量を年間にすると、大体レントゲン数万程度です。ですからこれは非常に低い。ですから、ミルシーベルトに届かない量であるので、食べ物と外からとの火はなかなか出しづらいというのが今までの見解です。では、その 15%、今現在、例えばこのオーストリアの公式な声明が適用されるとして、我々がテレビで見たり、モニタリングコストの空間線量の値は 15% と考えて行動した方がより安心でありと言える、そういうことですか。このマイクロシーベルトは具体的に内部も外部含めて今出してますね。分けてられないんですよ。そういう基準値だと思ってください。ですからより安心安全、これそのものがその基準という考え方だと思います。ではその内部も外部も含めてということは、今モニタリングコストで出てるデータは外部だけですよね。でそれで考える内部被爆
食品からまたは呼吸から放射性ガスもありますよね。ガスはマスクでは防げませんよね。でその要するに割合はどうあるべきなのか、その今ここの空間線量がある状態、それに被爆する状態というのは要するにその内部被爆よりもさらに低いという質問で、それ以上に被爆する、足し算的に被爆していくというふうに考えるべきである、そう考えることがより安全に近い考え方だということにはどう思いますか。これ環境放射線と人体の影響のパラメーターで議論して計算式出しますが、私はこのプロではありませんから簡単に解答できませんが、いろんな考え方があると思います。しかしそれをすぐに肯定することはできません。例えばセシウムはそのカリウムなどと間違って身体に取り込まれて血中に入ってしまう。でまた土壌の話を先ほどされてましたけれども、子供っていうのは外で遊んだらよく転ぶんです。で血に流す。でそうするとその傷口から入りますよね。でそして傷口から入って体の中に蓄積されていたものは、要はその放射線をゼロ距離射撃、空間線量ですと10のマイナス地上というのは反比例と聞いていますが、ゼロ距離射撃で細胞を傷つけた場合、その外からの被爆、地面からの被爆とは変わってくるんですけども、その子どもたちが溶けてその傷をした時の周知、そういったことをあまり情報として聞かないんですけども、どうされたらいいですか、お考え。一番分かりやすいのは作業現場の労災でそういうのであった方なんですが、汚染をして原発の作業労働者が怪我をしてそういう汚染地域で、皮膚に汚染をしたという場合は大体洗うと流れてしまいます。血液に入る量はほとんどありません。ですからそういう心配をすぐに対応するとないというふうに考えています。最後にもう一つなんですけども、原発の労働者に適用された労災の表を見ると、一番低い人で、4ヶ月ぐらいで40ミリシーベルとか確かそんなもので、骨髄性の白血病がこの中で労災を受けている。で40ミリシーベルというところ、20ミリシーベルの基準で言えば、ミニですね。ずっとそこに続けてということですが、これについては先生の、学者としての見解をお聞きしたい。最小で 5.2 だそうです。すみません。最小で 5.2。申し訳ございません。今のは労災との関係ですよね。これは裁判の事例になりますので、真の生態影響、健康影響とまた別の論点で論じられているので、この値についての検証は個別の症例ですができないと思います。裁判の結果に従うしかないだろうというふうに思います。すみません。先生はこれから県の対策本部に行かなくてはいけませんので、これで3時になりますので終了させていただきたいんですが。先生にもう一度大きな拍手でお礼をお願いします。長時間大変お疲れ様でした。お気をつけて帰られますようよろしくお願いします。